みんな、どうしてるかな？それに、思いのかけらの持ち主も、私にも、何かできたらいいんだけど。君は、どうして私を呼んだの？あの子たちの思いが、強まってきてる。おじいちゃんは、どこにもいないんじゃない。どこに行っても、何をしてても、私は、おじいちゃんと一緒なんだって。私に意地悪してるって思ってた世界が、キラキラいっぱいの、思い出の宝箱になったの。そんなに、自分を追い詰めないで。木を通じて、強い思いが伝わってく悲しみを受け止めてくれたり、元気をくれたりする曲が、あなたに寄り添ってくれる曲が、きっとあると思うんだ。出会えるよ、きっと。私があなたのための曲を作るから。思いの木が光って。いろいろ話せてよかったですね。あの子に必要なこともわかりましたし。そうだね。あの子が悲しみを乗り越えられるような曲を。これって。みんな、またここに来られたんだね。スマホが急に光って、気づいたら世界の木の前にいたんだ。あの木に触ると、ここに来れるってことなのかな？でも、前に私たちがいる世界の木をペタペタしてみたけど、ダメだったよ。まだ、世界と世界のつながりが不安定なんだろうね。多分だけど、また道がつながったのは、今、みんなの思いの力が強くなっているからじゃないかな。思いの力が強く。もしかして、あの子のために曲を作ろうって決めたことと関係してるのかな？曲を？あ、そういえばさっき、木からみんなの声が聞こえたの。あなたのための曲を作るって。あれって、ひょっとして？実は、そうだったんだ。思いの持ち主のために。よいさきさん。その曲作り、私たちも何かお手伝いできないでしょうか？ありがとう。曲のイメージを膨らませるために、みんなにも意見を聞きたいと思ってたんだ。よかったら、ミクも協力してくれないかな。もちろん、喜んで。ありがとう。じゃあ、考えよう。どんな曲を作れば、あの子が悲しみを乗り越えられるのか。あの子、悲しみから立ち直れない自分を責めてたね。周りのみんなにたくさん心配かけてるって。それに、音楽を続けたいっていう気持ちもあるみたいだったけど。きっと、いろんな思いが重なり合って、心が押しつぶされそうになってるんだろうな。思いのかけらに、ひびが入っちゃったのも、それが原因かもしれないね。そのたくさんの思いの底に、この曲で寄り添いたい悲しみがあるなら、きっと光も届かないような場所に、それでも届くような曲にしないと。
話してて感じたんだけど、あの子には飾らない言葉が届きやすそうだなって。星野さんが書く歌詞と相性がいいと思うんだけど、歌詞をお願いできないかな。やらせてください。ワンマンも終わって、今ならちょっと余裕もあるので大丈夫です。みんな、いろいろ意見ありがとう。あとは私の方でデモを作ってみるよ。わかりました。じゃあ最後にみんなで「えいえいおーしよえ決断式みたいな感じかな。ライブの前にも気合い入れるためにエンジンやるしね。かなでさん、よかったらここどうぞ。あ、うん。う」みくちゃんも入って入って。それじゃあいくよー。あの子に元気になってもらえるように頑張るぞー。えいえい。おー。違う。これじゃダメだ。もっと深い場所。いろいろな思いが積み重なったその底に届かないと。大切な人との別れ。私の時は、あの頃の私は小さかったけど、お母さんが空に行ったっていうのはなんとなくわかってた。でも、それからしばらく経った後も、学校から帰るたびにおかえりっていう声が聞こえてくるんじゃないかって、そんなことないっていう気持ちと期待する気持ちが半分ずつあって、家に上がらないで玄関で待ってたことがあったっけ。お母さんの部屋も生きてた頃のままで、思い出がたくさん詰まってて、お父さんも捨てたくなかったのかもしれない。思い出か。カーネーションの公園。お父さんが作ってくれた曲。あ、そうだ。このオルゴールも。そういえばお母さん、病室でもよく聞いてたな。病院にいても私とお父さんのことを近くに感じるって。大鳥さんも言ってたっけ。どこにもいないんじゃなくて、どこに行っても何をしていても一緒にいるんだって。私もそういう思いを込めてみよう。入りはオルゴールの音色とハミングで良さそうだな。そこからピアノでメロディーラインを引き継いで、今回はエナのイラストも水木の動画もない。その分、音で情景がイメージできるようにしないと。みんな、集まってくれてありがとう。でも、もうできたんですね。うん。だけど、まだ納得いかなくて、みんなの意見を聞かせてくれないかな。わかりました。ミクたちもよろしく。任せて。
こういう感じなんだけど、どうかな？とても素敵な曲ですね。特に曲の入りは物悲しいけれどすごく綺麗で、胸に静かに滲んでいく感じがあって、私、おじいちゃんと別れした時のことを思い出して泣きそうになっちゃった。みんなありがとう。星野さんはどう？私も胸がギュッとして、でも優しくていいなって思いました。なんて言うんだろう。冷たい海の底にいたけど、水面で太陽の光がキラキラしてて、それを見て感じてた冷たさが和らいだみたいな。いちこちゃんすごーい。とってもわかりやすかった。ダメだ。もし星野さんが感じた通りなら、この曲じゃまだ足りない。どうして？確かに悲しみを乗り越えるっていうことは、その冷たい海から出ないといけないよね。そっか。寄り添うだけじゃダメなんだ。あと、もう一歩が必要っていうことだね。でも、乗り越えるってどんな感じなんだろう。私の場合、大鳥さんみたいにきっかけがあったっていうよりは、だんだんと思い出せるようになってきた感じだから、多分そこが影響して、あともう少しが足りなくなってるんだと思う。乗り越えるためのあと一歩。奏さんの中に具体的なきっかけがないってなると、もしイメージできたとしても曲に落とし込むの難しそうですね。そうだね。あの子に届く曲を作るためにも、なるべく私の経験が活かせるといいんだけど。きっかけがわからない。でも経験を生かす。それなら、無理にそこを表現しようとしなくていいんじゃないかな。その代わりに、乗り越えたその先を描いてみるとか。乗り越えたその先。確かに、悲しみをどう乗り越えてもらえばいいかってつい考えちゃってたけど、乗り越えたいっていう気持ちはあの子自身も持ってる。だったらその気持ちが大きくなれば自分で立ち上がれるかもしれない。だから乗り越えた先にあるものが多ければ多いほど希望の光になってくれるんじゃないかな。希望の光か。ありがとうミク。どうしたらいいのかだいぶ見えてきたよ。本当？よかった？星野さんたちいいかな。また協力してほしいことがあるんだ。はい、何でも言ってください。あの子に元気になってほしいっていう気持ちは私たちも同じですから。最後までみんなで頑張ろう。そうだ。大事なことを忘れるところだった。この曲は私だけじゃない。私たち全員であの子に届けるメッセージなんだ。ミクの言う通り、悲しみを乗り越えた先にあるものは
たくさんあった方がいいと思うんだ。だから、そういう難しい状況を乗り越えた先で、見つけられたものとか、起きた変化とか、あるだけ全部聞きたい。任せてください。ありがとう。あなたの言葉がヒントになったみたい。ふふ。どういたしまして。前に、かなでちゃんたちがいる世界に迷い込んじゃった時は、ちょっとだけしかみんなを元気にできなかったけど、こうやって力になれて嬉しいな。本当に私たち出会えてよかったね。ミクたちにもいくつか聞きたいんだけど、いいかな？私たち全員であの子に届けるメッセージか